こんにちは、福友です。以前、初めての自作キーボード作りに挑戦してからすっかり分割キーボードにはまってしまって、やっぱりね、分割キーボード、普通のキーボードと違って自然と肩が広がって姿勢も良くなるし、肩こりもね、昔よりも楽になったなっていう感覚があって、もう普通のキーボードには戻れないなっていうぐらい分割キーボードが気に入っちゃったわけなんだけど、そうなってくると自作キーボードも楽しかったけど、既製品のクオリティが高い分割キーボードも使ってみたいなっていう欲望が湧いてきちゃいまして、買っちゃいました。こちら、人気の無線分割キーボード、コルニクス LP です。実はこれ7月の中旬には届いてて、もうすでに1週間ちょっとぐらいは使っているんだけど、まず可愛いフォントの刻印ありだし、あとは分割キーボードならではのレイヤーっていうのがあるんだけど、そのレイヤーがね、オレンジと緑の色分けによって分かりやすくなってるから、結構ね、最初からすぐに馴染むことができました。このレイヤーの部分については後ほどキーマップの時にちょっと詳しく話していきます。そんなわけで早速なんですが、私がやったコルニクスのカスタマイズについて紹介していきます。分割キーボードといえばキーマップと言っても過言ではないくらいキーマップが重要になってくるんだけど、これどうしてかというと、分割キーボードって普通のキーボードに比べて大抵の場合キーの数が少ないんですよね。で、今回使うコルニクスについてももちろんキーの数が少ないから、記号とか数字に対応させるためにレイヤーっていうのが重要になってきます。私はもともと使ってたこちらの自作キーボードに合わせて操作感がなるべく近くなるようにキーマップを編集してます。そのキーマップの編集の時にすごい感動したのが、コルニクスのキーマップの変更めちゃくちゃ簡単でしたね。というのもね、もともと使ってた自作キーボードの場合はキーマップを GitHub で管理していて、って感じでね、結構大変だったんですよ。それに比べてコルニクスは無線もしくは有線でパソコンとコルニクスをつないだら、あとはキーマップを編集するためのページをブラウザで開いてポチポチとキーマップを編集していけばもう保存されますのでね、すんごいキーマップの変更がしやすかったです。で、先ほどもちらっと話したんだけど、コルニクスこのレイヤーの表現がね、もともとかなりわかりやすく刻印されていて、例えば普通に押すとローマ字が押せるんだけど、オレンジを押しながら押せるのがこの数字、オレンジの数字の部分で、緑を押しながら押せるのが Bluetooth の切り替えですね。で、私はこれにプラスしてF の数字たちも緑の時に押せるようにしてたりします。このあたりがレイヤーに馴染みがない初心者さんでもすぐに使いこなせる工夫がされていて、本当感動しました。とはいえ刻印がこれだけしっかりされているので、自分でゴリゴリキーマップを変えていきたいっていう人にはデフォルトのキーキャップがついているとちょっと編集しづらいかなというところがあったので、その場合は全部まっさらな無刻印のキーキャップに変えるか、あともともと付属品で刻印がされてないキーキャップとか透明なキーキャップなども入ってたので、私はその辺も活用しながら自分が使いやすいようにキーマップとキーキャップ変えてます。コルニクスはホットスワップに対応しているから、キーキャップ以外にもキースイッチから変えることもできちゃいます。そしてこのキーキャップやキースイッチを変えるためのピンセットもね、なんとご丁寧に付属されていました。キースイッチはキーボードの打鍵感が変わるかなり要の部分です。もともと使ってた自作キーボードにはカイルのウィンター 38g のものを使っていて、結構気に入ってたので、今回はこのキースイッチをコルニクスに差し替えちゃいたいと思います。ちなみにコルニクスにデフォルトで使用されていたのはカイルのスプリング 40g というもので、ウィンターよりもちょっと音が静かで若干重さがあるというタイプのものでした。
この音の響き方、皆さんはどちらがお好みでしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。最後に3つ目、コルニクスは高さ、角度の調整ができます。皆さん前習いをしてみると、手って手のひらが内側に向くようになっているかなと思います。で、これを本来キーボードを打つときってこうしてるわけなんだよね。そうすると、やっぱりね、ほんとちょっとなんだけど、肩とかにね、力がこうしてる時よりも入るんじゃないかなと思います。というわけでね、本来キーボード、こうじゃなくてこうの方が楽だよねっていう発想で、コルニクス、角度を変えられるようになってます。角度の調整は4段階に調整が可能なんだけど、私はとりあえず1段だけ上げた状態で使うようにしてます。ゆくゆくはもう少し角度をつけた状態でも使ってみたいなと思うんだけど、これはちょっと馴染むまで様子を見つつ角度調整していこうかなと思ってるところです。そういう意味でも4段階あることによってその辺の調整もしやすくてありがたいところですね。最後にコルニクス使い込んでみて感じた良かった点、悪かった点をまとめていきます。何より感じたのが、分割キーボード初心者さんにかなりわかりやすい工夫がされているなと思った点です。まず分割キーボードって今でこそ結構いろんな商品が出てきて自作しなくても使える分割キーボード出てきたりはしてるんだけど、基本的には自分で作るタイプのものが多いんじゃないかなと思います。そういう意味でコルニクスはもう届いた状態からこれだから、もうすぐに分割キーボードデビューすることができるし、あと刻印もあるし、レイヤーの表記もわかりやすくなっているから、初心者さんではかなり導入ハードルが低いキーボードなんじゃないかなと思います。で、そんな感じで導入のハードルを低くしつつも、キーキャップやキースイッチを変えられたり、あとキーマップも簡単に編集できたりと、分割キーボードならではの楽しみ方っていうのもちゃんとできるようにカスタマイズ性も保たれていて、その辺もね、私的にはとっても気に入ってますね。ワイヤレスで使えて、かつ分割で高さ調整もできる、この3点が詰まっているのはなかなかないんじゃないかなと思います。その一方、気になった点としては、もう少し無刻印の予備キーキャップが欲しかったというところ。というのも、やっぱりね、刻印がされていることはメリットでありながら、キーマップの編集がしづらいという、ちょっとデメリットって言うとあれなんだけど、制約にもなっちゃうんですよ。で、それを回避するために付属の無刻印のキーキャップを部分部分に使うようにしているんだけど、その数があと1個2個、横言えば3つぐらいちょっと余分に入っていてくれたら嬉しかったなと思っちゃいました。いやちゃんとね、予備でキーキャップが入ってるだけでもありがたいんでね、これはもうわがままだなっていうところではあるんだけど、正直思っちゃったところでした。いろいろ話してきたんだけど、コルニクスが届いてからお仕事もプライベートもキーボードはもうコルニクスだけを使うようになってます。それぐらいすっかり生活にも馴染んだし、使いやすくて結構気に入っているので、今年のベストバイにも入るんじゃないかなというぐらい今時点ではかなり気に入っていて、結構テンションも上がっているような商品でした。というわけで、このレビューが参考になったら嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。おまけです。私がコルニクスと一緒に使っているアイテムたちを紹介しちゃいます。パカッと隙間を空けて間に置いているのが Apple のマジックトラックパッド。やっぱりね、デザインとかやりやすいんだよね。たまには普通にマウスも使いたいということで、キークロンのマウスも補助的にこの右端に置いて使うようにしています。参考にしてみてね。